皆さんこんにちは。AM ジャパニーズの綾乃です。今回は日本人がついついやってしまう行動や仕草について10個お話ししたいと思います。皆さんの国との違いもたくさんあると思います。ぜひ動画を見た感想をコメント欄に書いて教えてくださいね。それでは日本人がよくやる行動を10個見てみましょう。レッツゴー！一つ目。日本人はグリーンライトのことを青信号という。青信号だ。日本語には緑のものなのに青を使った言葉がたくさんあります。例えばさっき言った青信号ですよね。スペイン人の友達にも、どう見ても緑じゃん。青信号じゃないよと言われたこともあります。あとは、青リンゴ、青虫、青のり。全部緑なのに、青を使っています。日本語の不思議なところだと思ったことはありませんか？緑じゃなくて青が使われている理由は、昔の日本には緑という色がなく、赤、白、黒、青しかなかったからと言われています。二つ目。レストランやカフェで店員さんを大きな声で呼びます。すみません。日本では注文をしたいときに店員さんを大きな声で呼ぶことは普通のことです。でもそれがマナー違反だという国もたくさんありますよね。私は今スペインに住んでいますが、友達とレストランに行ったときに大きな声で Excuse me と店員さんを呼んでしまいました。日本でやっていることがここでも同じと思ったからです。でもその時友達にそれはちょっとここではマナー違反だよと教えてもらって初めて知りました。それからは席で静かに待って店員さんが来た時にアイコンタクトを取るようにしています。日本との大きな違いでびっくりしたことの一つです。三つ目、日本人が使うノーの時のジェスチャー。皆さんはノーと言いたいとき、どんなジェスチャーをしますか？日本人がよくやるノーのジェスチャーは、手を顔の前で横に振ることです。いや、こういう風にやります。見たことありますか？四つ目もジェスチャーに関してです。Come here と言いたいとき、皆さんはどんなジェスチャーをしますか？日本では Come here はおいで、こっちこっち、こういう風に手招きをします。こっちこっち、こっちこっち、こういう風にやります。日本人の Come here おいでおいでというジェスチャーが Go away というジェスチャーになってしまう国もあるようですね。日本と他の国のジェスチャーの違いもたくさんありそうですね。五つ目、日本人の女性は食べるときや笑うときに口元を手で隠します。口の中を見せることが行儀が悪いことだと思われています。ですので、ご飯を食べるときも大きな口で食べるのではなく、小さな口でちょっとずつ食べるのが美しいと言われています。ですので、大きなものを食べないといけないときに、口元を手で隠して前の人に見えないようにします。笑うときも同じです。笑うときも、あははと大きな口を開けて笑うと行儀が悪いというふうに言われているので、笑いたいときも、あははははと口元を手で隠すことが多いです。これは上品な笑い方と思われています。友達や家族との間などのカジュアルな場面ではあまり意識することはないと思うんですが、フォーマルな場面ではお上品に口元を隠すという方が多いんじゃないかなと思います。6つ目、すごい、かわいい、やばい、とにかく褒める。これは外国人の友達から聞いた日本人の特徴です。日本人ってよく褒めるよねと言われたことが何度もあります。簡単な一言で褒めることが多いということです。やばい、かわいい、すごい。この3つはよく聞く言葉じゃないでしょうか。あとは、やばいと同じような意味で
えぐいというスラングも若い人たちの間でよく使われています。7つ目、麺を食べるときに音を立てる。これはもう皆さんも知っているかもしれませんね。日本ではうどんやラーメン、そばを食べるとき、音をズルズルっと立てて食べます。これが美味しいということを表現する一つの方法です。8つ目、残さず食べる。日本人は小さい頃から残さず食べるという習慣があります。お茶碗の米一粒も残さないようにきれいに食べる習慣です。お米一粒一粒に神様が7人いて、ちゃんと食べないと罰が当たるというふうに私は教えられたことがあります。子供たちにもそうして食べ物を大事にしましょうということを教えています。スペインの友達の家に招待してもらった時に、私の子供たちがご飯一粒残さず食べているのを見て、本当に日本人って一粒も残さず食べるんだねと驚かれたこともあります。9つ目、音姫を使う。日本のトイレには全部ではないのですが、音姫という機械がついています。音姫って何？と思った方もいるかもしれませんね。音姫はボタンを押すと水が流れる音がジャーっと聞こえます。その水の流れの音でトイレの音をかき消すことができます。特に女性なんですが、用を足す時の音、用を足すというのはおしっこをする、うんちをするということなんですが、その時の音がちょっと気になっちゃう、他の人には聞かれたくないという人が結構多いんです。ですので、音姫の音でその音を気にならなくするというのが音姫のいいところなんです。皆さんは気になったことありますか？ちなみに私は気になってしまう方なので、音姫があるトイレでは音姫を使っています。最後の10個目は日本人のお辞儀の習慣です。日本人っていつでもどこでもお辞儀していると思いませんか？電話をするときもそうです。壁に向かって誰もいないのにお辞儀をしていますよね。今スペインにいるんですが、スペインでもあちこちでついついお辞儀をしています。その度に、私はやっぱり日本人なんだなと感じます。さあ、これで10個全部話し終わりました。皆さんは10個のうちどの行動が面白いなと思いましたか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは今日も見てくださってありがとうございました。またねー。